さあ今回はですね、スウェーデンのちょっとユニークなメーカー、ティーネージエンジニアリング、TE って呼ばれてますけど、ここを深く掘り下げていこうと思います。あなたからもらったレディットのスレッドとか製品レビュー、あと創業者のインタビュー、こういうのを情報源にしていきます。はい、よろしくお願いします。今回はそれらの情報源だけを手がかりにして、ティーネージエンジニアリングってそもそもどんな会社なのっていうところから、成り立ち、製品、ユーザーの声、彼らの特徴って何なんだろうっていうのを探っていきたいですね。そうですね。設立の経緯とか、代表的な製品、あとユーザーや結構有名なアーティストも使ってるみたいですし、その辺の声とか関連情報まで、幅広くですね。見ていきましょで、まずもうすでに面白いなと思うのが TE に対する反応が本当バラバラなんですよね。う。ありますね。熱狂的なファンがいるかと思えば、そうそう、一方でいやこれはちょっとみたいなかなり厳しい批判も少なくない。デザインは最高っていう人もいれば、いやいや機能とか値段がって疑問視する声もある。なんか高いおもちゃなのか、それともすごく革新的なツールなのか、このなんていうか両極端な感じが TE の魅力であり謎でもあるのかなって。なるほど。その二面性、賛否両論ぶりですね。そこを入り口にして、まずは会社の成り立ち、それから彼らの哲学、そのあたりから探っていくのが良さそうですね。ですね、お願いします。じゃあまず基本的なところから。ティーネージエンジニアリングは、2005年でしたっけ？スウェーデンのストックホルムで。そうです。2005年。創設者はジェスパー・カウトフフトさん、それからデイビッド・エリクソン、ジェンス・ルドベル、デイビッド・モッラーステッド、この4人ですね。ヤシパーコートフさん。中心人物はこの方ですかね。そうみたいですね。このジェスパー・カウトフさん、経歴がまた面白いんですよ。もともとはグラフィックデザイナー。へー。バンドのアートワークとかやってて、その後広告業界アクネっていう会社に関わってたみたいですけど、そこを経て同じスウェーデンのエレクトロンっていう電子楽器メーカー、あそこで初期の製品デザインを担当してたんです。マシンドラムとかモノマシンとか。エレクトロン。なるほど。じゃあ楽器業界の経験ももともとあったんですね。そうなんです。デザインだけじゃなくてエンジニアリングもちゃんと学んでたらしいですね。バーズスクールオブコミュニケーションで。デザインとエンジニアリング両方。それが今の TE の製品につながってる感じですかね。そこが、すごく重要なポイントだと思います。TA を単なるシンセメーカーって見るのはちょっと違うかもしれない。ほう。シンセメーカーじゃないというと。彼ら自身も周りからもどっちかっていうとデザインハウスとして認識されてる。そういう側面がすごく強いんです。デザインハウスですか。なるほど。楽器を作ってるけどあくまで主軸はデザインにあるみたいな。まさに。そのカウスホフトさんのデザイン哲学っていうのが製品に色濃く出てるんですよ。70年代のイタリアのデザインとか、30年代ドイツの看板みたいなやつとか、あと日本の遊び心。これを融合させたいと考えてるみたいで。へー、面白い組み合わせですね。日本の遊び心ですか？そうなんです。特に日本文化からの影響は結構公言していて、漫画とか雑誌はもちろん、あと明和電機とか。明和電機。それから横尾忠則さんみたいなデザイナー、あとはソニー製品とか、ホンダのバイク、元コンポとかモンキーとか、個人的に集めてるらしいですよ。すごいですね。かなり日本のサブカルというか、そういうのがお好きなんですね。その影響が製品開発にも直結してるわけです。T は創造性そのものを売ってるんだって分析されてますし。創造性を売る。ユーザー体験とかワークフロー、あと機能的な美しさ、これを最優先してるって感じが伝わってきます。開発の仕方も、まずアイディアをスケッチすることから始めることが多いっていうデザインファーストなアプローチなんですね。なるほど。デザインファースト。でもそれって機能とか品質とのバランス難しくないですか？レディットとか見てるとそこを突っ込む声も結構ありますよね。それはまさにそうですね。鋭いところです。そこが T が賛否両論を呼ぶ大きな理由の一つでもあるんですよ。ただ、彼らにとってみると、制約って別に悪いものじゃないっていう考え方があるみたいで。制約がですか？クートカフツさん、子供の頃にメモリがたった 1KB しかないコンピューター、CX81 っていうので、
文字だけで迷路作ったりして遊んだ経験があるらしくて。1キロバイト？そう。そこから制限があるからこそクリエイティブになれるんだっていう哲学を持つようになったっていうんですね。はあ、なるほど。制限があるからこそ面白いアイディアが生まれると。そういうことです。だから例えばユーザーフォーラムでこういう機能が欲しいって声があっても、それをそのまま聞くんじゃなくて、あくまで自分たちが本当に欲しいものを作るんだっていう姿勢。ああ、なるほど。このスタンスが、熱狂的なファンを生むと同時に、ユーザーの声を聞かないみたいな批判にもつながっちゃうのかもしれないですけど。自分たちが作りたいものを追求するか、その姿勢が他の会社とのコラボにもつながってるんですかね。アイキーアートのフレクメンスとかクナッパ。ありましたね。スピーカーと照明のラインと段ボールのカメラ。ええ。あと、レディットでは、プレイデートっていう携帯ゲーム機とか、ラビット R1 っていう AI ガジェットのデザインも TE がやったって話題になってました。まさに、そういうのを見ると彼らが特定の製品、例えば楽器だけに縛られないデザインハウスなんだなっていうのがよくわかりますよね。自分たちの美学とか哲学をいろいろな分野に応用している。面白いですね。ちなみに採用方針もユニークだってノートの記事にありましたけど。そうそう。正式な面接とかあんまりしないで、ドアをノックしてくるみたいな人を好むとか、スキルも大事だけど、それより一緒にビール飲んで楽しいかみたいな人柄重視らしいですよ。へえ、面白い会社だな。設立のきっかけもなんかちょっと変わってたんですよね。そうなんです。TE を作るまで、クートホーズさんたちは、アブソルートボドカって、ウォッカの会社の依頼で、アブソルートコアイヤーっていう歌うロボットの合唱団を作るプロジェクトをやってたらしいんです。歌うロボット？ええ。それが彼らにとっては夢のプロジェクトだったと。エレクトロン時代の技術も使って。でもその後、エレクトロンとの関係が変わってきて、じゃあ自分たちでやろうってことで立ち上げたと。そういう流れみたいですね。ああ、なるほど。デザインへの情熱と技術とタイミングがあったんですね。じゃあそのデザイン哲学が具体的にどんな製品になったのかちょっと見ていきましょうか。やっぱり最初の衝撃作といえば OP1 ですよね。OP1 ですね。2010年のナム賞、楽器の見本誌で発表されて、業界に衝撃が走りました。デザインの元ネタは、カシオの古い小さいキーボード、VL1 とか。ありましたね、VL1。あとはクーストフーフトさんが10代の頃に使ってた機材の記憶、なんか借りてきた4トラックレコーダーとか、ボスのエフェクターとか、日本製のシンセとか、そういうイメージらしいです。OP1 の魅力って具体的にはどういう点だったんですか？やっぱりコンパクトな見た目の中にシンセエンジンがいくつも入ってて、サンプラーもあって、しかも、なんていうか、仮想のテープレコーダー機能。あれでパソコンなしでも曲が作れちゃうっていう DAW みたいな役割も果たしてた点ですよね。テープのインターフェース独特でしたもんね。そうそう。音を作ってテープに録音して、それをミックスするっていう独特のワークフロー。あれが多くのクリエイターを刺激したんですよ。あと、内蔵ラジオから直接サンプリングできちゃう機能とかもユニークでした。確かにデザインと機能は当時ほんと楽器的でした。でも一方で値段については最初から結構言われてましたよね。レディットでも最初はもっと安く作る予定だったのに最終的にすごく高くなっちゃったみたいな不満の声見かけました。その通りです。価格設定はもう常に TE の議論の中心ですよね。ただ驚きなのはその製品寿命の長さ。発売から10年以上経った2023年でも中古楽器サイトのリバーブ .com で電子楽器の売上ナンバー1になるくらい人気を保ってるんですよ。10年以上経ってもそれはすごいですね。で、2022年にはその後継機 OP1 フィールドが出ましたよね。これもまたすごく話題になりました。出ましたね。性能が格段に上がりました。処理速度も速くなって、ディスプレイも綺麗になって、音も完全ステレオになって、新しいシンセエンジン、ディメンションが入ったことで、今までの OP1 じゃ作れなかったようなもっとリッチな音作りができるようになったり、他にもスピーカーが良くなったり、USB-C でオーディオとか MIDI のやり取りができたり、Bluetooth MIDI にも対応して、バッテリーも24時間持つようになったり、もうほんと全部入りって感じです。機能はすごい魅力的ですけど、お値段もさらにすごいことになりましたよね。そうなんですよ。確か
元の OP1 が15万くらいだったのが、フィールドは29万くらい？ちょっと手が出しにくいなっていう人も多そうですよね。その価格帯とは対照的にもっと多くの人に音楽制作の面白さを届けたのがポケットオペレーター PO シリーズですよね。PO シリーズ？あれはなんかデザインも可愛いし手頃でしたよね。そうなんです。任天堂のゲーム&ウォッチみたいなデザインで価格も手頃なのにちゃんと本格的な音が出る。シンセとかドラムマシンとかサンプラーとか種類もいろいろあって。カプコンとのコラボもありましたよね。ストリートファイターとかロックマンの。ありましたありました。レディットのコメントなんか見ると楽器屋だけじゃなくてファッション系のセレクトショップとかでも売ってたみたいで売り方もユニークでしたね。特にサンプラーの PO33KO あれは楽しい素晴らしいデバイスだってすごく人気でした。でその PO33KO の流れを組んでもっとパワフルにしたのが EP133KO2。これも去年すごく話題になりましたけど、同時になんかトラブルもあったような。はい、そうですね。EP133KO2。PO シリーズの後継っていう位置づけですけど、実質的には全く新しいサンプラー兼シーケンサーですね。見た目がレトロな電卓みたいな感じで、ボタンがカチカチする感触も特徴的です。スペック的にはどうなんですか？レディットのスレッドによると、メモリーが64メガ。これで最大999サンプル入るそうです。で、1プロジェクトあたり48サンプルまで使えて、同時に鳴らせる音は最大12モノなるか6ステレオ。だから PO よりもっとたくさんの音を同時に鳴らせるんで、複雑な曲も作りやすくなった。なるほど。サンプリングとかもしやすくなってるんですか？サンプリングも簡単になってて、サンプルを切り刻む、いわゆるチョップ機能とか、それを鍵盤みたいにたけるキーズモード、あと曲の構成を作る新機能なんかもついてます。特になんか、これは良いって評判の機能はありました？パンチンエフェクトですね。パッドが感圧式になってて、押す強さでリアルタイムにエフェクトをかけられるんですけど、これがすごく表現力豊かで、とにかく楽しいって。へえ、面白そう。たださっき言ったトラブルっていうのは？はい。それが発売してすぐにフェーダーゲートって呼ばれる問題が起こって、輸送とか梱包の仕方が原因だったらしいんですけど、フェーダーが壊れてる個体が結構な数報告されたんです。それはちょっとTU ももちろん交換対応はしたんですけど、これでちょっと品質管理どうなってるのっていう声が上がっちゃいましたね。価格も300ドルくらいで手頃ではあるけど、その割に作りがちょっと安っぽいフリムジだとか、あと同じくらいの値段の例えばローランドの SP-404MK2 とかと比べると機能的にちょっと物足りないんじゃないかみたいな批判もレディットでありましたね。なんかパンデミックの頃の部品不足であり合わせの部品で作ったんじゃないかみたいな憶測まで。手頃な価格帯の製品でも良くも悪くもこうやって話題になるのがなんか TE らしいところですよね。他にも注目すべき製品は結構ありますよ。例えば OPZ。OPZ。あれはシークエンサーでしたっけ？そうです。シークエンサー機能に加えて映像を生成する機能も持ってたんですよ。後継機の OPXY ではその機能は省略されたみたいですけど。それからフィールドシステム。あれはいくつかセットになってるやつですよね。そうです。TX6 っていうめちゃくちゃ小さいミキサーと CM15 っていうマイク、それから TP7 っていうフィールドレコーダー。この3つからなるモジュール式の録音システムですね。なんかコンセプトがまた独特ですよね。アウトドア用品、なんかスノーピークとか、ああいうのから着想を得てて、品質的にはアップル製品に匹敵するものを作ろうみたいな意気込みもあったみたいです。特に TP7 っていうレコーダーの開発にはなんと10年かかったらしくて。10年？会社が傾きかけるくらいコストがかかったそうです。うわー、すごい執念ですね。他にも自分で組み立てるポケットオペレーターモジュラーとか、昔のカールソンのデザインを復刻した OD11 スピーカーなんてのもありましたね。そうですね。なんかレディット見てると音楽機材だけじゃなくてすごく高いデスクとかテープディスペンサーとか、しまいには歌う木製人形コイヤまで作ってるっていうほんと何でも作るんですね。まさにデザインハウスとしての活動ですよね。製品一つ一つになんかストーリーとか哲学を込めようとしてるのが伝わってきます。さて
これだけユニークな製品を出してるわけですけど、実際に使ってるユーザーの声っていうのはどうなんでしょう？やっぱりここでも賛否両論はっきりしてる感じですか？もうその通りですね。肯定的な意見としては、レディットのスレッドとか、サインスクエアーズのレビューなんかを見ると、やっぱりまずデザインの美しさ、それから他にないワークフロー、持ち運びやすさ、そして純粋に使ってて楽しい創造性が刺激されるっていう点が挙げられてますね。うんうん。OP1 とか OPZ がもうお気に入りのシーケンサーだとか、これのおかげで曲を作るようになったみたいな声もありますし、KO2 についてもここしばらくで一番楽しい機材だって評価するレビューもありました。PO シリーズも楽しくて安いっていう評価が多いですね。なるほど。一方で批判的な声もかなりストレートですよね。レディットには結構辛辣な意見もたくさんありましたけど。厳しいですね。主な違反点をざっとまとめると、まずやっぱり価格、値段が高い、金持ちの道楽だとかヒップスターのおもちゃみたいな揶揄はもうしょっちゅう見かけます。まあ、確かに安くはないですもんね。次に品質とか耐久性への疑問。さっきの KO2 のフェーダー問題もそうですけど、OPZ の筐体がはんってくる問題とか、初期の OP1 の塗装が剥げやすいとか、具体的な故障報告が結構上がってるんです。デザインを優先して品質が犠牲になってるんじゃないのっていう疑念ですね。なるほど。特にミキサーとかレコーダーみたいな高価な周辺機器に対しては、この値段に見合う価値があるのかっていう声もかなり根強いです。新世界のアップルなんて言われることもみたいですけど、それに対していやいやニッチすぎるでしょとか、むしろエレクトロンの方がアップルっぽいみたいな反論もありますよね。あとカスタマーサポートがあんまり良くないみたいな不満もちらほら見ました。そうですね。デザイナーズトイとかインスタ映え用とか、見た目は良いけど壊れやすいファッション製品だみたいなレッテルを貼られたり、デザインがなんかオーディオテクニカの昔の製品に似てるんじゃないかみたいな指摘もあったり、へー。さらにはなんかカルト的なブランディング手法だよねっていう批判まで、かなり厳しい意見があるのはまあ事実ですね。これだけいろいろ言われちゃうとちょっとどうなのかなって思っちゃいますけど、でもそれでもプロのアーティストにはちゃんと使われてるんですよね。そこがまた面白いところなんですよ。ボン・アイバーとかレディオヘッドのトム・ヨーク、あと元ナインインチネイルズのアレサンドロ・コルティーニ、その異名義で活動してますけど彼とか、デンジャーマウスとか、本当に創造たるアーティストが OP1 なんかを使ってるんです。へー。創設者のカウスーフトさん自身もボン・アイバーのファンらしいですし、あと元クラフトワークのウォルフガング・フルーさんが PO を使ってる人を応援してたなんてエピソードもレディットにありましたね。それはすごい。プロが実際に使ってるっていう事実はやっぱり単なるおもちゃとか見た目だけのファッションアイテムじゃない、ちゃんとクリエイティブなツールとしての側面も持ってるんだぞっていう、証拠にはなりそうですよね。そうですね。レディットのあるコメントがすごく適応してるなと感じたんですけど、TE はすごく特定のニッチな需要を満たしている。その高い価格とユニークなデザインが熱狂的な支持と同時に強い反発も両方を生んでいて、TE 自身はなんかその状況を楽しんでるように見えるって。なるほど。情報源全体を見てみると、TE の製品って本質的には創造的なツールでありつつ、同時に高価なデザインオブジェクトでもある。使う人とかどの製品かによってどっちの側面が強く感じられるかが変わってくるんだろうなっていう感じですね。なるほどな。非常に興味深いです。さて、今回の分析ではあなたから提供してもらった情報源を通して、ティーネージエンジニアリングのデザイン主導の成り立ちから OP1 とか KO2 みたいな象徴的でかつ紋美を醸す製品、そして熱狂と批判が入り混じるユーザーの声、さらには制約が創造性を生むみたいなちょっと独特な哲学まで、いろいろな角度から見てきました。重要なポイントをもう一度整理してみると、TE はまず第一にデザインカンパニーであるということですね。美学とかユーザー体験、そして意図的な制約、これをすごく重視している。製品ラインナップは手頃な PO シリーズからめちゃくちゃ高価な OP1 フィールドとかフィールドシステムまで本当に幅広くて、その価格設定とかデザインへの強いこだわり、そして時々見られる品質の問題なんかが理由で、常に良くも悪くも強い反応を引き起こす存在ですよね。確かに。でもその他にないユニークなキャラクターで確固たる地位を築いていて、多くのクリエイターとかさっき挙げたような著名なアーティストにもインスピレーションを与え続けてる。そう言えるんじゃないでしょうか。なるほど。いや、面白かったです。
最後にですね、これを聞いているあなたに一つちょっと考えてみてほしい問いかけをさせてください。創設者のクースホートさん、インタビューで音楽とアウトドアライフを結びつけたり、フィールドシステムの話ですね。あと医療分野への応用の可能性とかにも言及してたんですよね。へえ、医療ですか？ええ。で、実際に AI ガジェットとかゲーム機のデザインも手掛けてる。彼らのそのデザイン哲学とかユーザー体験へのこだわり、そしてエレクトロニクスを再び楽しくするっていうミッション、これを踏まえた上で、もしティーネージエンジニアリングが次に全く新しい非音楽製品をデザインするとしたら、それって一体何だと思いますか？面白い問いですね。彼らのユニークな視点が生かされるような、なんか予想外の分野の製品、どんなものがあり得るか、ぜひあなた自身の想像力を羽ばたかせてみてください。